人真珠、ヒダリの正体を徹底考察。ヒダリが出す答えは、起こりうる最悪の未来は、第2部で誕生した彼らが導き手となる。ボルトは最大の脅威であった10尾を止めるため、ようやく拠点を見つけ出したところだった。しかし一足遅かったようだ。拠点にはすでに10尾の姿がなかった。そこに突如現れたのは、後に人真珠と呼ばれる4人衆だった。彼らは自我と知性を持った真珠として誕生した得意な存在。それゆえに彼らはそれぞれの興味や疑問を抱き始める。その中でヒダリと名付けられた人真珠はある疑問を持った。一体、自分たちは何者なのか。忍び世界から敵とみなされたヒダリによる、自分を見つけ出すための壮絶な物語が始まるのだった。今回はそんな人真珠、ヒダリの正体について考えようと思う。まず、ヒダリの正体について説明するならどう答えるだろうか。ヒダリについてはすでに作品の中で答えられる程度の情報が出てきている。その情報から、サスケを原型にしてチャクラをコピーした10尾の知的変異体という表現で済ましてしまうこともできるかもしれない。しかし、本動画ではもう少し深掘った内容を紹介したいと思っている。具体的には、ヒダリは何をモデルにしているのかや、ヒダリの疑問の答えなどについてをまとめた、人真珠という存在そのものが何かについても理解が深まるかもしれない。今後のヒダリの行動に注目する中でこの動画の内容を踏まえて読むことで、新たな気づきや楽しみ方に出会えると思っている。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。まずヒダリが何をモデルにして描かれた存在なのかを解説する。ボルトの物語は、インドの代表的な女子誌の一つであるラーマーヤナの影響を受けていると思われる。主人公側のラーマをはじめ、敵側はラーガナまで、あまりに多くの登場人物がボルトのキャラクターとの関連性を持っている。その中で主人公の最大の敵となる羅刹王、ラーガナと人真珠、ジュラの関係を取り上げ、詳しく解説した動画を過去に投稿している。興味があればこちらの動画を見ていただけると嬉しい。ボルトにおけるラーマーヤナの影響の大きさがわかると思っている。そして、ヒダリのモデルはインドラジットであると考えている。インドラジットとは、先ほどの羅刹王、ラーガナの息子である、メーガナーダという本名を持っていた彼は、羅刹の中でも屈指の実力者であった。血の滲むような苦行に耐えたことを認められ、神に並ぶ力を得ている。その力を使って得た戦果から、インドラに勝利した者の意味を持つインドラジットという名前を新たにもらい受けた。ヒダリのモデルがインドラジットであると考えた大きな根拠の一つ目が両者の名前にある。ヒダリの原型のサスケは大筒インドラの転生者でもあることから、インド神話に登場する空神、インドラがモチーフになっていることがわかる。そのサスケはコードからボルトをかばったことで、コードが引き連れていた10尾の分裂体、爪垢に噛まれることとなった。この出来事がきっかけとなりサスケはヒダリの原型となっている。ヒダリという名前はおそらく、10尾そのものの化身であるジュラが名付けたものであると考えられる。同じ人真珠である祭りとマムシの例から、ヒダリの名前も原型の名前をヒントに考えられた可能性が高い。サスケという名前のルーツをたどってみると、サスケとヒダリという漢字の関連性の強さがわかる。まずサスケという名前は、ナルトで登場するサルトビヒルゼンの父の名から取られている。サルトビサスケはそのまま、かの有名な忍者であるサルトビサスケから取られた名前だとわかる。サルトビサスケは講談などに登場する架空の忍者であり、さらにモデルとなる実在の人物がいる。これには様々な話が存在するが、その中には横谷左近の説や光月サスケの説がある。これらの名前には左という文字が含まれている。また、サスケは左利きでかつリンネガンが左側のみに発言しているなど、ことあるごとに左にまつわるエピソードが見られる。以上から左という漢字がどれだけサスケを象徴しているかが分かったと思う。ヒダリという名前はそんなサスケの左要素をもとに、ジュラによって考えられた名前である。そしてインドラジットもインドラという名前をもとに名付けられているということが、モデルになったと考えられる根拠の一つである。次に二つ目の根拠が、羅刹に捉えられていた偶神、インドラはインドラジットの没後に解放されているという点。ラーマーヤナでのインドラは、主人公、ラーマの仲間がインドラジットを撃ったことをきっかけに自由の身となっている。対してサスケはというと、爪垢に噛まれたことで気になり、捕らえられてしまった。サスケを解放するには、ヒダリを倒すことで得られるトゲ玉という物体を使用する必要がある。サスケとヒダリ、インドラとインドラジットはどちらも表裏一体のような関係にあるとわかる。そして3つ目の根拠が最も大きな根拠となっているかもしれない。インドラジットの使う魔法や武器は、サスケやヒダリの使う術との関連性が非常に強い。サスケの術と聞いて何が思い浮かぶだろうか。豪華級の術をはじめとしたカトン、千鳥が代表的なライトン、幻術ができるシャリンガン、一時期はオロチマルの力を得て蛇を操っていたこともあった。加えてヒダリはサスケの術を使えるだけでなく、神術、
爪痕で隠れたところから攻撃できたり、やられても拠点に戻ることができれば元の体に戻してくれるという無敵の能力付きである。実のところインドラジットは、彼らに代表されるどの術にも似た魔法や武器を持っているのである。カジーアグニの矢、現実の武器と魔法、蛇の名は、姿を消す呪術、無敵状態になる儀式など、もはや、サスケもこのインドラジットをモデルにしているのではないかというほどの類似性である。そして決定的な根拠として、インドラジットは雷を司るインドラの矢を使う。サスケもナルトとの決戦で名前が同じインドラの矢を放っている。以上のように、インドラジットは大きな3つの根拠からヒダリのモデルである可能性が高い。その意味で、ヒダリの正体の一つと言えるのではないだろうか。次は、ヒダリが生来から抱いている疑問について考えてみる。人真珠、ヒダリには誕生した当時から疑問があった。自分は何者なのかという疑問である。ジラはこの疑問に対して、自我の発露で起きる成長痛に近いと解釈しているが、おそらくもっと深みのある疑問であるはずだ。結果としてヒダリは、自分は内葉サスケであると実感するのではないだろうか。読者にとっては一見したところ単純に思えるこの結論ではあるが、それは物語の重要な部分を簡単に読めるからに過ぎない。物語上の登場人物がこの事実に自分で気づくことは、実に困難を極めるだろう。ボルトはヒダリを前にして、ヒダリはサスケを元にして生まれた存在であることを話している。しかしヒダリには原型の記憶をほとんど忘れている。または持っていないことを示唆するシーンがある。にわかには信じられないのではないだろうか。初めのうちは自分はヒダリであると信じるほかないだろう。また池本先生の公式 Q&A でも、人真珠の性格は元となった人物の本性という内容がほのめかされている。第2部24は現在、作中でこの内容に直接の言及があったわけではない。いつかはこの内容について説明されることがあるかもしれないが、この事実を人真珠自身が受け入れることは難しいと思われる。その難しさはまるで自分の常識や認識を疑うことに近い。しかし、ヒダリはそのような状況でも強い信念を新たに持つことで、自分が内葉サスケの本性であるということに自力で気づくのだと個人的に考えている。さらに、ヒダリがサスケの本性であることは言い換えると、サスケはヒダリとして夢の中にいる、とも解釈できると思っている。この解釈には大きく分けて2つの根拠がある。一つは、チャクラは意識であるということ。影分身の術などに見られるこの性質。チャクラの持ち主は、分けられたチャクラから周囲の様子を見ることもできる。特にオロチマルの例が分かりやすい。ナルト392は、オロチマルは内葉イタチとの戦いで敗れ、封印されることとなる。しかし593話では、サスケと15がみたらしあんこに刻まれた呪印を素材にしたことで復活を遂げた。呪印はオロチマルのチャクラを流し込んだものである。オロチマルの体はイタチの戸塚の剣に封印されていたはずが、オロチマルはあんこを通して封印後に起きた出来事の全てを把握していた。人真珠は原型のチャクラをコピーしていることから、このオロチマルと似た状態が出来上がっているということになる。サスケなどの原型は木になりながら眠っているように見えて、実は人真珠を通して世界を見ているという可能性が考えられる。もう一つは、サスケの現状が大現術、無限つく読みにかかった状況とかなり似ているということ。現在のサスケは爪垢に噛まれて木になっている状態。左の両目にはリンネガンの模様がある。この状況と似たものがナルトで描かれている。第4次臨界大戦では、無限つく読みにかかった生物が真珠に包まれる様子が見られた。真珠に囚われた者たちはリンネガンにその目を変え、それぞれの望む内容の夢を見る。人真珠の原型たちは理想の世界を体験しているわけではないが、人真珠の性格は原型の本性であると考えると、状況は非常に似ている。ボルトでは、現実だと信じて疑わなかったこの世界が、実は夢や幻のような曖昧なものかもしれないといった世界観が強調されている。世界の常識を疑えるほどの強い信念や心が登場人物に問われている。左が見ている世界もまた夢幻であるという可能性は十分に考えられる。左はこうした本質までも改めて見抜く存在となるのではないだろうか。また、ジラは左の疑問に対して、自分が何をすべきかが重要だと言った。左はこの発言についても気づきを得ることになるだろう。左はまるでサスケがエイダの真実、全能に抗うかのように、その優れた洞察力で自分のやるべきことを直感する。これはサスケの娘であるサラダとのやりとりの中で気づいていく。答えに関しては、サスケが全能に抗った際に何をしたのかを考えると見えてくるだろう。左はサスケの本性として再びサラダを信じるのだと考えられる。そして左の気づきはナルトから何度も取り上げられているテーマである。自分を認めることにもつながる。サラダが万華鏡シャリンガーの力を初めて使ったきっかけは、ボルトへの愛の自覚だった。これを皮切りに自分が何をすべきかに気づき、そして自分を認めることの大切さを実感していた。左にとってもサラダを狙う中で、自分が彼女を愛していたと自覚することが契機となり、歩むべき道が開かれていく。
助けと左という漢字にはどちらも助けるという意味が含まれている。左は最終的に信念を強く持ったサラダを助ける存在となるだろう。以上が人真珠、左の正体についての考察である。今回は左のモデルと左の疑問、これら2つの視点からその正体を考えた。一方の左のモデルについては、女児誌ラーマーヤナに登場する羅説、インドラジットの可能性が高い。左とインドラジットはどちらもインドラから名付けられている。サスケはインドラとの関わりが強いキャラクターである。また、インドラジットの扱う魔法や武器の数々は、左またはサスケを連想させるものばかりであった。特にインドラの絵を使っている点は明らかに共通している。そしてもう一方の左の疑問について、左は誕生したばかりの頃から自分たちは何者なのかという問いを持っていた。この問いの答えは最終的に自分は内葉サスケの胞子だったということに行き着くのではないだろうか。読者にとっては公式 Q&A などですでに明らかにされていることではある。しかし物語の登場人物自身がこの事実に気づき受け入れることは難しい。それはまるでサスケが自分の認識を疑った時ほどの難しさだろう。左はサラダとの戦いややり取りを経験することで自分を認められるようになる。そして左は再びサラダを信じ助ける存在になるのだと考えられる。ここまでの内容は個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。